こんにちは、そうすけです。本日もお越しくださってありがとうございます。今日もご相談いただいておりまして、投票に行く気にならない、政治とかわからないというね、お悩みなのでしょうか、ご相談なのでしょうか、いただいております。ちょうどね、今タイムリーには東京都知事選を行っておりまして、今そのね、投票日に収録しているんですけれども、今ご覧くださっている皆様の投票など行かれましたでしょうかね。そもそも政治とかわからないしってまさにねここに書いてあるこれは何でしょうか、学生さんとかね、小さいお子様などなどはなおさらそうかもしれませんし、興味をお持ちの方もねいらっしゃると思うんですけど、あるいは大人の方でもね、テレビとかで見てはいるんだけど、政治ってなるとその中身がよくわかんないからあんまりね触れないよな。投票日もね、なんか投票しなきゃいけないのかなと思うんだけど、なんとなく行かないとか、反対になんとなく行くとか、そのどちらもね、いずれにしてもなんとなくだっていう方もねいらっしゃるでしょうし、すごくね政治とかそういうあたりに関心が強くて、どこどこ党の誰だろう、こういうなんか政策を考えており、こういう主張を持っており、こういう見解であるからその人を推しているとか、そういうねことがすごく詳しい方もいらっしゃいますよね。でね、このチャンネルは毎日心ほぐれてくふんわり対話学園と名付けておりまして、ここに書きましたけれども、日常にこそ潜む本質のようなものを皆様と一緒に見つめていきたいなと思って開設したチャンネルとなっております。そこですぐにね今回のお話に戻りますが、この投票ね、選挙ですよね。これは皆様もねご存知の方も多いと思いますが、民主主義の根本であるみたいな、そのね、この裁判例とか判例って言われる、裁判上でこの何々権とかが問題になるときに、特に選挙権、参政権っていうのは民主主義の基盤であるみたいなね話が間違っておりますね。民主主義の基盤ですみたいな話がですね結構あって、そういう意味でも、政治に参画するんだというのは、国民の義務ですみたいな風にまで言う方もいらっしゃいますし、権利という名前なんですけども、そこもね見解が分かれているような形にはなっております。で今回はその見解がどうだこうだというのは良いのですが、そのね私たち自身がじゃあどう向き合うのか、今ねもうすごいご関心があって、特に今回の都知事選はまた注目度が高いから、いろいろね新聞なりニュースなりネット上の情報も調べたり、自分なりに学んで投票してきたよっていう方もいらっしゃると思いますし、なんだかんだ言ってもみんな中の政治家っていう人たちがいろいろやってるだけでしょ、なんかもうよくわかんないや、もういいやっていう風にねお感じの方もいらっしゃると思います。で今回はその投票に行くべきだ行かないべきだとかそういう話はするのではなくて、基本的にはね行こうかなという方はぜひ行っていただきたいんですけれども、ちょっと角度を変えて考えて一緒にね見ていきたいなと思っておりまして、どういうことかというと、ちょっとね今この後読み上げますが、ここだけ見るとよく言われる話じゃないかとお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。身の回りの政治を見つめれば OK だぞということなんじゃないかと、皆様とね一緒に検討してみたいんですが、このね身の回りの政治というのは、例えばその商品の価格にせよ、私たちが暮らす、街の仕組みシステムなどなどにせよ、全部その議会の意思決定によって
政治部といいますか、なんて言ったらいいのでしょうか、行政部がそれを担って、市政町に降りてくるみたいなね、そういう風になっていて、ここに議会にこう人を送るのが民主主義だぞって、大変大雑把に言っていますけれども、だから例えばね、水道をひねれば水が出るのもこういう政治議会によって決定されてこうなっていて、その値段がいくらいくらだとか、仕組みがこうだとか、このぐらいその法律でって意味なんですけどね、こう定められているがゆえに、それに基づいて行政が活動する、それによって水道が出るとかね、そういうのが作られる、インフラが作られていくとか、そういういろんなもの、どんなものでもこのシステムで回すぞっていうのが基本的に民主主義の形だと思うんですが、で今はですね、ここの話をするのではなくて、これはだからこういう話ではなくてですね、身の回りの政治っていうのは父、母、上司、部下、学校、こういう、もちろん友人とかでも恋人でも何でも含めてください。野球とかサッカーとかでもいいですよ。ミュージシャンとかね、そういう場面で実は政治がいつも行われているぞっていうことなんですよね。これはどういうことだと思いますか、皆様。これはですね、ちょっと具体例で言った方が分かりやすいと思いますので、普段ね、生徒さん、お子さんと言われる方々と関わっていることが多いですので、例えばこういう関係性、お父さんお母さんとお子さんという関係性があったとして、いわゆるよくある例ですよね。子供さんが勉強しないですよ、全然勉強しない。じゃあどうしますかね。どちらでも役割はいいんですけど、じゃあなんかね、今度のテストで何点を取ったらプレゼント、ご褒美をあげるよとお父さんが言ったりする。あるいはお母さんの方は、お前そんな子ずっとね、そんな勉強をしないんだったらね、ご飯あげないよっていうとか、今の時代でご飯あげないよっていう人はね、そのお子さんに勉強をさせるためにご飯やらないぞっていう人はあんまり多くないかもしれませんが、こういう振る舞いをすると。で、これが政治です。どういうことかというと、そんなどういうことかというともったいぶる必要はないかもしれませんが、子供さんに勉強させるために、そういう影響力を持つためにプレゼントという戦略を取ったり、ご飯やらないっていう戦略を取ったり、この人たちの思惑で子供さんを動かそうとする。お母さんの思惑で子供さんを動かそうとする。言い換えると、お父さんもお母さんも子供さんが勉強してくれて、例えば良い大学なり、お子さん自身が自分のね、これをやりたいなと思うことを見つけた時に困らないようになってほしいという関心がある。そういう関心を持っている。で、それが満たされることはお父さんお母さんの利益です。利益になる。で、その利益のためにお子さんにプレゼントを与えるとか、ご飯やらないとかいう影響力を行使する。影響力。これが政治の形ですね。こちらも見てみましょうか。こういうのね、利益団体とか言ったりすることありますよね。市民の中で、例えばどんなお話でも良いんですが、とある池の水がとても汚くて、そこから周りの住民のお家のの土壌とかね、土とか、井戸も含めてもいいかもしれませんけど、が汚染されていると。で、ただね、その周りの人とかっていうのはその土地だけなので、こう池があって、
こういう周りにねお家があったとして、この池がとても汚いことになってしまっていて、この土が汚れる、井戸が汚れる、だからこの人たちの暮らしが大変である、暮らしが大変だし、もう体にね毒が入ってしまうかもしれない。だからでもこの人たちだけでこの池を何かするなんてことは本当に難しい。10件とか15件しかないとして、しかも勝手に埋め立てるとかそういう話は法律でね許されていないだろうとすると、この何々という池をきれいにする、埋め立てたりきれいにしたりするっていうことは、この機会、少なくとも行政いずれかにやってもらわなければ私たち自身はできませんよ、ほとんど難しいですよと。だからこの人たちの関心は何でしょうか。この池をきれいにする、それによって利益が得られますね、健康とかね。だからそういう部分に問題意識を持ってくれている方、もちろんここのね中で暮らしている人かもしれません。この人まさに本人かもしれませんし、よその方でそのねこういうなんでしょうね、すごく平たく言えば環境問題みたいなことに関心を持つ人を応援し、その人を議会に送ることによってこちらの利益が、こちらの関心事、池をきれいにするという工事なり埋め立てなりをするという利益を決定してもらうというか、そういう事業を市県と国がやってくれるように人を代表してそこで意見を述べてもらって、その通りでそんな意見があったなんて問題じゃないか、よしじゃあやっぱり急に行政としてきれいにしなければだなと決める。でそれでこうなされていくわけですね。そうしてきれいになりました。これが一連の政治といいますかね、民主主義の過程として、その民主主義っていうのはやはりこれもね皆さんお感じになったことあるかどうか、そういうお方もいらっしゃると思いますが、選挙をして自分のね推しが勝った、例えばアイドルさん風とかに言えば自分の推しの候補が勝った、国会に行った、都知事になった、それで終わりっていう話ではないんですよね。このみんなで何かすることを決める、そういう手段なので、民主主義とかそのアイドルで誰かが1位になった、推しがセンターになった、やったーっていう話とはまたちょっと違ってきて、推しがセンターになったゆえに私たちを可愛がってくる、ちょっとね例えが微妙かもしれませんが、推しがセンターになったから、例えば私たちにライブのたびにこの、ブロマイドをくれるとか、なんかそういう利益というか、ここはねちょっと当チャンネルではまだまだゆくゆくね深く検討したいと思っているんですが、全部がこの取引対価になっている、それが私たちが本当に目指すものなのかみたいなね話はまた何回も今までも触れてはいるんですけれども、しっかりと触れるのはもしかしたらね今一瞬話がそれますけれども、究極の疑問文連続対話講義というこの場面はね質問をいただいて、こうやって皆さんと一緒に黒板ではないんですけどホワイトボードに書くような形でやらせていただいてるんですけど、もっとね皆さんがこう学んでいただけるといいますか、こうご覧になってじっくりと聞いていただけるような授業のような形の動画も上げさせていただいておりますので、もしねご関心あればそちらもねご覧いただけたら嬉しいです。そちらでこの対価取引っていうものがいずれ取り上げられたらなと思っているんですよね。でね、今見たように池をきれいにしてほしいから、それに関心がある人を決定機関である議会に送って、その決定に基づいて行政が動いてくれて埋め立て工事がなされた、やったーという、このやったーまで来るのが民主主義、さらに政治であるとすれば、ここがまさに政治がありますね。そう、お父さんがプレゼントあげることで、例えばプレゼントあげるよということで100点を取った、やったプレゼントもらった、お子様ももちろん喜ぶかもしれませんが、成績が上がった、勉強の癖がついたということで、このお父さんの関心が満たされる。
利益が満たされる。それはすなわち今ここはお父さんとお母さんの利益が一致しているという発想ですから、お母さんの利益も満たされる。これが政治じゃなくて何だろうかということなんですよね。でね、そう考えると他の例もそうですよね。例えば恋人関係で最近私の相手してちょっと女の人が主人公みたいな例にしてしまいますが、最近彼氏さんが私の相手をしてくれない。そんなんだったらね、私もう別れちゃうよ。これもまた影響力を行使していますよね。私がいないとダメなはずなのに、そんなね、一緒に遊んでくれないんだったらもう離れるからね。で、相手の男の人としては、この恋人の女の人が想定している相手の振る舞いとしては、待って待って、そんなこと言わないで、ちゃんと時間取るから、そういう振る舞いになってくれることを求めている。このね、だから何かの関心利益を思惑と影響力を行使しようっていうのが政治なんですよね。学校でもそうです。何でもでね、学校も例えばその教育委員会なり先生なり個々の先生なり校長先生なり、塾でも何でもそうですけれども、何か決定がある。こういう方にした方がいいんじゃないか、こうした方がみんなも利益じゃないか、自分たちももちろんね潤うじゃないか、自分たちの目標にも資するじゃないかということで、それを実現するために、学生さん生徒さんやあるいは社会一般の人たち SNS とかも使ってね影響を及ぼそうとする。で、なんでしょうね、そうやってこれは商品名とか出すとあれなんですけど、その食べ物とかね健康食品とかもそうですよね。夜眠れないからこう何々っていうドリンク剤を飲むとよく眠れるようになりますっていう会社、そういうのを作っている食品会社があったとして、 SNS とかでね、インフルエンサーの方とか YouTube などなどでもいいんですけど、これを飲んだら本当にぐっすり眠れますっていう動画を作る。それを見るとみんなが本当だ眠れるんだって思って買ったりする。そうすると最初の会社のね利益が満たされるわけですよね。だから今回のねお話いただいて、何か僕としてね一緒に考える上でお伝えしたいことは、必ずしも投票とか選挙と言われる、いつも正面から言われているこの投票、政治、選挙だけが政治ではなくて、もう本当に世の中政治だらけですよということなんですよね。故にこの政治、このっていうのは一応指示語なんですが、身の回りの政治が整えば、いわゆる政治の舞台、そうですね、にも反映されるということなんだと思うんです。なぜならこのね池の問題がちょっと分かりやすいかもしれませんが、池が本当に汚れてしまってみんなの健康を害してしまうから、それを守っていく、それを解決していく、改善してくれそうな意見を持っている人を議会に送ろうってなってますよね。で、そういう影響力が及ぼし方が、例えばねこのお父さんお母さんがお子さんに極端な例を言えば悪いことをさせようみたいな風に思ったとして、人のものを盗みなさいとか言って、そのお前が盗んできたらプレゼントあげる、そういうねちょっと大げさすぎる例ですけれども、そういう子育てとかをしていたとすれば、そこで得られる利益は盗むってことが発生して被害みたいなのになりますけど、よしよしよくやったと、お前もだんだん一流の盗人になっていくなと、そういう利益が満たされることになりますよね。部下の方も上司部下の関係でも、上司が部下さんにお前ちょっとね何々を猫ばばしなさい、横領しなさいっていうことがもしあったとすれば、それをうまく成し遂げると、それは何か会社のお金をちょろまかすっていう影響力の行使や利益が満たされる形になる。
だからそういう私たちが本当に何に関心を持って利益を見出しているかがその今の例でね、こう盗人になるような人を議会に送るっていうことはないと思うんですけども、その質というか、立ち位置、発想の性質みたいなものが明らかにこの政治、いわゆる政治に反映するので、この普段の私たちの身の回りの政治をよく見つめて、どんな影響力の行使やどんな気持ち、どんな心の土台からそれがなされているのかみたいなものをよく把握していくと、おのずとね、この選挙において、いわゆる投票においては投票に出かけた方が良いと判断する人もいるでしょうし、今行く気ではないという判断する人もいるでしょう。あとは、投票の件については、そのシステム上、例えばその期間で選挙活動だって言われる期間10日間ほどとても体調が悪くて、もう情報なんか入れられる状態じゃなかった。現代ではね、そういう方も多分増えているでしょうし、昔からいらっしゃったんでしょうけど、最近では多分目立つようになっておりますから、そういう人とかはそもそも困難な仕組みなんですよね。すごい極端に言うと、10日間眠っていた方は今どんな選挙活動が行われているかを知る余地がないはずなんですよ。だからそういう仕組みなんだという面も含めて、私たちが政治に触れるという意味では本当に大事にすべきはどこなのかっていうのを皆様ご自身でね、今回のご相談者さんもそうですけれども、皆様ご自身でよく見つめていただけたら、今回の検討素材、今回のご相談にもおのずとね、こう皆様なりの判断が出てくるんじゃないかなと思いますね。はい。ではここまでありがとうございました。今日もね、一文字漢字をお聞きしましょう。今日はね、ちょっと祭りごとっていう、政治のせいなんですけども、してみましょうかね、やっぱりね。はい。ではここまでありがとうございました。皆様もね、引き続き体調にはお気をつけになって無理しすぎず元気にお過ごしください。では失礼します。さようなら。